オンバーンのステータス解説、ジャスパルと申します。ポケモンピックアップウィークスキルボリューム1にて生息が確認されたオンバーンのステータスが判明したようなので、速報ベースで解説していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。その場合概要欄コメント欄にて補足訂正いたします。ご了承ください。本家ゲームでは素早さが高く爆音波などの高火力な技が特徴的なオンバーンなんですが、その雰囲気が見事に再現されているような能力だと感じました。それでは参ります。ということでオンバーンのステータスこちらとなったようです。オンバーンドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンで、先にメインスキルから参りましょう。メインスキルエナジーチャージ M となっているようです。最近スキルレベル7の時の火力が強化されたエナジーチャージ M なんですが、4月に行われるラティアスリサーチでは特にイベント2週目にスキルレベルプラス5のボーナスがかかりますので、進化させるだけでスキルレベル7マックスでエナジー稼ぎの即戦力として、特にね始めてから日の浅いリサーチャーにはおすすめできるポケモンになってるんじゃないかなと思います。今週オンバットの出現するフィールドに行かれている方はぜひ注目してみてください。それではね、改めて能力順番に解説していきます。オンバーンドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンです。本家ゲームではドラゴン飛行タイプのオンバーンなんですが、ポケモンスリープではドラゴンタイプでの登場となりました。日本語版の名前の由来が音波プラス Y バーンなどと言われておりますね。音波ポケモンという分類で、特にね進化前のオンバットがまんまコウモリっぽい見た目なので、多分ね視力とかよりも音の反射とかで地形を把握してたりするんじゃないかなと思います。思いっきり夜行性のポケモンで、夜であればサザンドラも逃げ出すと言われているそうです。もともとねドラゴンタイプは睡眠タイプがウトウトに属してるんですけど、非常にドンピシャな睡眠タイプだなと思います。どんな寝顔が見られるのか非常に楽しみですね。なおドラゴンタイプとしては初のスキル得意ポケモンとなりました。ラティアスもドラゴンで来るんでしょうかね。いきなりスキルのドラゴンが増えるかもしれませんね。そして基礎お手伝いスピードは45分2700秒となっているようです。ボーマンダが2800秒なのでドラゴン最速かと思いきや、海竜が2600秒なので、やはり神速を使うことができてマッハ2の速度で飛ぶことができるらしい海竜さん、さすがだなというところですね。しかしながら海竜がすでに木の実の数 S との相性の良さは教えてくれていますし、食材のポケモンである海竜より食材確率が低くなっているみたいなので、木の実 S との相性の良さはしっかりありますね。エーフィーや電流などといったエナジーチャージ M を使うポケモンも比較的木の実の数 S と相性がいいポケモンたちなので、ラピスで相性の良いエーフィー、ゴールドで相性の良い電流、アンバーで相性の良いオンバーンという感じになっていて、エナジーチャージってね序盤のうちこそ特に価値の高いスキルだと思ってるんですけど、初心者のうちに育て始めてそのまま活躍できるフィールドに到達してもさらに活躍してもらえるみたいな、そんなねデザインになっているかなと思うので、本当に素敵な出会いがあれば序盤からスタメンに入れながらアンバーを楽しみに育成していけそうで、非常にワクワクする性能だなと思いました。そんな木の実の数 S との相性がしっかり良さそうなお手伝いスピード2700秒でした。続いて集める食材は第1食材特選リンゴ、第2食材太い長ネギ、第3食材豆ミートとなっているようです。食材のエナジー低めなんですよね。他のドラゴンタイプが結構食材のエナジー高めなので、ちょっとびっくりしましたね。なんとなくなんですけど、フレンドポイント12のオンバーンなので、ドラゴンタイプでお手伝いスピードをここまで上げた時、食材方向を削ったりしないとバランスが取れなかったのかななんて思わないでもないですね。ラティアスリサーチでスキルのポケモンは食材プラス1個になるんですが、プラス1個になって嬉しいのはさすがにネギだろうなと思いますが、どうやら食材確率はそこまで高くないようですし、ネギもねなかなか扱えるタイミング限られているので、かなりおまけという感じの食材なのかなとは思いました。ちなみにオンバットたち果物も好きみたいですし、オンバーンは野党森を襲ったりもするらしいんですよね。でどうやらニューポケモンスナップではリンゴを食べにやってきたオンバーンを野党森が撃退しようとしている瞬間をスナップしろみたいなミッションがあるとね、ネットで見ました。私ねポケモンスナップやったことないんですけれども、なのでオンバーンの生態に詳しい方からしてもこの食材解釈一致なのかなと思いましたね。
ちなみにネギは何なんでしょうねこれは雑食ということなんでしょうかね。もしご存知の方いらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いです。そんなどうやら生態にも即しているらしい食材、リンゴ、ネギ、ミートでした。さあそしてスキル得意の本回、メインスキルはエナジーチャージ M となっているみたいです。まさしくオンバーンを象徴する技の一つに爆音波というノーマルタイプで威力140にもかかわらずデメリットなしの技があるんですけど、エナジーチャージ M も高火力で特に追加効果などはないノーマルなスキルということで爆音波味を感じております。最初にね、木の実バーストで予想してたんですけど、まあさすがに強すぎたのかなと思いますし、すでにドラゴンには木の実得意のチルタリスとボーマンダがおりますので、そことは役割がそこまで被らないようにデザインされたのかななんてちょっとね邪推してしまいますね。この特徴により特にオンバーンは低レベルでもエナジーが稼げるドラゴンタイプというような立ち位置になっているような気はします。とはいえね、進化レベルが36となっていてほぼボーマンダなので、初心者でラティアスリサーチに連れていくには少しミニアメブーストが必要かもしれません。ここはね要注意ポイントだなと思います。何にせよスキルとしては特に序盤ほど使いやすく高火力で、一応本体のレベルに関係なく活躍できるんだけど、進化レベルは36なメインスキルエナジーチャージ M でした。続いて最大所持数は23個だそうです。同じエナジーチャージ M 使いとしては2400秒のエーフィーが21個、2500秒の電流が25個、4000秒のウソッキーが21個ということで、一旦ウソッキー先輩のやけくそ調整には触れないでおくとして、それなりにしっかりとした所持数があるのかなという感じはしますね。木の実の数 S まで持たせてしまうとだいぶ心もとなくはなるんですが、それはエーフィー電流も一緒ってことで悪くない個数なのかなと思いました。そんな最大所持数23個でした。そして直接ゲットするためのフレンドポイントは12でした。普通の1進化ポケモンのやつでしたね。一応エーフィー電流はフレンドポイント20でウソッキーが7なので、立ち位置的にはその中間と言えなくもないのかもしれないんですが、食材の能力を結構がっつり落として木の実とスキルにしっかり振ってある、そんな能力な感じがしますね。フレンドポイント12でした。そして進化するためにはオンバットレベル36以上で飴40個が必要となります。進化が遅いのだけがねなかなか問題だなと思いますね。電流よりも圧倒的に遅いので、その点初心者に進めづらいんですが、もしねつよつよオンバットを序盤でゲットできた場合は、まずは進化するところまで頑張って一気に育ててみてほしいなと思います。そんなオンバーンでした。いかがでしたでしょうか。私的にはフレンドポイント12というところを加味して、こんな感じなのかなというステータスかなと思いました。ドラゴンでくくってしまうとライバルが相当強いんですけど、役割はしっかり分けられているなと感じたので、本当に序盤からゲットしてアンバーまで長く活躍させてあげてほしい、そんなポケモンかなと思いました。初期から遊ばれている方にはね、アンバー担当としては飴がすでに溜まっているであろうチルットや最強の木の実得意ボーマンダだったり、木の実 S の両党としても相当優秀な海竜の方がおすすめだろうなという感じはするんですが、ラティ兄弟がドラゴンの種類を参照するドラゴンお手伝いブースト的なスキルである可能性もまだ残されていますので、ちょっとだけね注目してみてほしいなと思います。それでは最後に簡単な能力の比較をしてこの動画締めていきたいと思います。レノンクスポケスリ攻略ツールさんではすでに能力の分析が終了しているそうです。進化レベル36なんですけどね、毎回凄まじいですよね。ってことで食材確率 19.5%、 スキル確率 4.8% となっているみたいです。食材確率は海竜が 26% ほどありますので、この差が木の実 S にとってはかなり効いてくるかと思います。ということでレノンクスさんの木の実産量グラフで簡単に確認してみると、設定にもよるんですがこんな感じになりました。これは木の実の数 S を持っていてレベル60の時なんですが、なんと海竜の木の実エナジーを若干上回るくらいのポテンシャルはあるみたいです。100秒遅い分を食材確率で巻き返した形ですね。
で、さすがにチルタリス、アーボック、バタフリーには木の実エナジーでは勝てないんですが、エナジーチャージ M がありますので、なかなか面白いスペックであるなというのは伝わるかなと思います。それプラス食材はちょっと弱いみたいなところでね、本当にいいバランス感が保たれているんじゃないかなと思います。また、メインスキル3両グラフでエナジーチャージ M で比較してみると、こんな感じになりました。エーフィーよりはスキルの発動期待値が高く、私の設定だとエーフィーと電流の間くらいに位置しているという感じみたいです。スキルの期待値としては決して低くなく十分あると言えそうですね。なお、木の実の数 S を持たせるとこれより下がりますのでご注意ください。ちなみにね、私の設定、一括睡眠9時間の想定になっているので、やけくそ所持数でおなじみウソッキー先輩がなんとスキル期待値堂々の1位となっております。このあたりはね、本当に面白く調整されてるなというところかなと思います。ということで、木の実面もかなり優秀そうですし、スキル面も問題なさそうということで、ぜひね、皆さんのオンバーンに対する意見、感想、評価などもお聞かせいただけますと幸いです。皆さんはオンバット狙いますでしょうか？ぜひね、今後のラティアスたちとの相性の良さみたいなところも注目していきたいですね。そんなオンバーンのステータス解説でした。コメントお待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。それではラティアスリサーチに向けてみんなもポケモンゲットじゃぞってことで、ポケモンピックアップウィークスキル、お目当てのポケモンがたくさん眠りに来ることを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。